今日の奇跡のあてるみです。今日は私が小学生の時に体験したお話をしたいと思います。私はですね、幼稚園の頃本当に楽しく毎日を過ごしていたんですけれども、小学校に入ってからですね、大きな壁にぶち当たることになりました。それはいじめという問題でした。私が入った1年1組というそのクラスには、もうその学年中の悪ガキが集まったっていう、そういった感じがあってですね、すぐに私もその悪ガキたちのいじめのそのターゲットになっていて、いろんなこと言われたりとかちょっかい出されたりとかするところから始まって、この靴を取られたりランドセルを取られてこの学校から帰れなくなったりとか、あとは飼育小屋に閉じ込められて本当に嫌な思いとか気持ち悪い思いをさせられたりとか、そういったことが許されました。で、ある時には音楽の時間に鍵盤ハーモニカって小学生使うと思うんですけれども、その鍵盤ハーモニカを教室の後ろの棚から取り出す際にですね、一番私のことをいじめていた男の子の頭にそれを直撃させてしまうっていう事件が起こりまして、アクシデントなんですけど、そんなことがあって、もうそれの痛みに駆られ我を忘れた男の子が私のところを追いかけてきて、私がうつ伏せに机になっていたそこに首の後ろが空いてたのでかきむしるっていう、怒りに任せて、もうすごい勢いで首に傷が入ってですね、血だらけになるっていう、そういったことも許されたりしました。なので本当に精神的にも肉体的にも痛みを覚えて、本当に苦しい思いをその時していました。で、その時はやっぱり小学生ながらになんて生きていくっていうのは大変なことなのかとか、もう死んだ方が楽なんじゃないかとか、そういう思いにさえさせられていました。でもその時ですね、ちょうど私は一冊の本に、イエス・キリストっていう漫画の本に出会って、それをきっかけに教会に行くようになっていました。で、教会に行くにつれて不思議なんですけど、心に安心感みたいなのが生まれてくるのを私は生まれてくるのに気づきました。そしてこの教会に行くと牧師先生がお話ししてくれるんですけれども、そのお話の中で、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているっていう言葉があって、それを聞いた時に、こんな状況の私も神様は愛して命を与えてくれてるのかなっていうことを思うようになっていきました。また教会で教わった子供向けの賛美歌を毎日歌っていく中で、心に喜びが与えられて、安定感っていうのが出てきて、そしていじめだから学校行きたくないなとか、そういうのは思ったりもしたんですけれども、その中でも学校に行き続けることっていうこともできました。そして聖書の中にですね、すべてこの重荷を負ったものは私のもとに来なさい、私が休ませてあげようっていう、そういった言葉もあるんですけれども、私は教会に行く中で本当に言葉が真実だなっていうことを思わされて、行く中で本当に解放を受けて、元気にさせられていくっていう、そういう体験をしました。で、これは私にとって本当に大きなことで、私にとってはこれが本当に一つの奇跡だなっていうことを思わされています。そしてその今、喜びやその平安っていうのは今も消えずに私の心の中にあります。本当にこの奇跡を感謝しています。今日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。さようなら。